今回はよくメイクで使われる薄メイキを塗り比べてみたいと思います。グラデーションメディウムは私がよく使う薄メイキなんですけども、効果として絵の具の乾きが遅くなるっていうのと、絵の具の伸びがいいっていうような、そういう評判のメディウムですね。で、真ん中は造形村さんの薄メイキで、こういったカラーセットに標準で入っているものと同じものです。右側のペインティングメディウムはあんまりご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、パラドックスさんのですね、メイクのサイトを見ると、このペインティングメディウムというのを紹介されているので、パラドックスさんのドールからメイク入った人はこれもしかすると主流なのかもしれないので、ちょっとこれを買ってみました。一つ目はグラデーションメディウムから塗ってみたいと思います。だいたい薄め方は絵の具1に対してグラデーションメディウム2ぐらいの割合ですね。これでいつも塗ってます。結構シャバシャバですね。いつもアバウトなんで、この濃度じゃないといけないっていうのはないんですけど、あんまり濃すぎないようにしてますね。では、キャップに塗っていこうと思うんですけど、比較をするためにですね、こう、広く塗る部分と、それをもう一つ、今度、塗り重ねていった場合の比較用に、こんな感じ。あともう一つは、アイラインとかの細い線を描いてみようと思います。3つ使った感想なんですけど、そんなにですね、書き心地っていうのは違わないんですけども、こういう細い線をさっと描くときに、グラデーションメディウムの方が筆が動かしやすい気がします。これはなぜなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、よく皆さんの意見で絵の具が伸びやすいっていう、そこなのかなと思うんですが、その絵の具が伸びやすいっていうのが正直どういうことを言ってるのかっていうのはわからないんですね。多分こういう風に何回かこうやった時のことを言ってるんじゃないかなと思うんですけど、それが一番グラデーションメディウムが描きやすい。でグラデーションメディウムはこんな感じで、続いて今度薄め液ですね。これも同じように1対2ぐらいでやってみたいと思います。でこちらに入ってるのと同じなんで、こちらを使います。だいたい2滴ぐらいですね。グラデーションメディウムと同じようにこう広くと塗ってみて、それを2つ比較用に2つ作ります。でここでもう一つ違いがあるんですけど、薄め液でですね、広い範囲を塗るとこう液がこう溜まる、ダマって私は呼んでるんですけど、ダマになる部分があるんで、比較的濃く塗るとですね、多分ムラになりやすいかなって思います。ただこのムラも重ねて塗っていくとだんだんなくなっていくので、あまり気にする必要はないんですけど、でアイラインとかですね、アイラインの時にグラデーションメディウムでこう伸びがあるっていうのは、こうヒューってやった時に結構筆がついてくるんですけど、こうなんていうんですか、グラデーションメディウムに比べると薄め液はあんまりこうついてこない。しっかりこう書いてあげないといけない
感じがします。しっかりですね、こう筆を走らせるっていうんですか。グラデーションメディウムはさーっと描けるんですけど、その違いがあります。続いてペインティングメディウムなんですけど、ちょっと出しすぎた。ペインティングメディウムはですね、グラデーションメディウムと薄め液に比べるとちょっと色が違います。こういう白濁した色ですね。牛乳みたいな感じの濃さって言えばいいんでしょうか。絵の具入れすぎたんで、これは3滴入れました。濃度的には多分同じような濃度だと思うんですけど、ペインティングメディウムはもともとがですね、結構こうとろっとした感じのものなんで、なんか本来水を入れて薄めるみたいなんで、ちょっと水を入れてみました。またキャップに書いてみます。ちょっと薄すぎた気がします。はい。ちょっと薄すぎたんですけども、こんな感じですね。で、薄め液と同じようにちょっとダマになってる感じはします。で、この細い線の伸びもグラデーションメディウムの方がなんか良い感じがしますね。1回目はこんな感じなんですけども、そんなに変わりはないかなっていう気がします。乾燥の順番からするとペインティングメディウムが一番最初に乾き始めてきていて、次にグラデーションメディウムが、乾いてきてるような感じで、一番最後に薄め液が後を追ってるっていう感じですね。これを乾かしてですね、2度3度重ね塗りをしてどういう違いが出るのか、はたまた出ないのかっていうのをちょっと比べてみたいと思います。これ乾かした状態なんですけども、グラデーションメディウムが一番乾燥が遅いかなと思ったんですが、やっぱり一番遅いのは薄め液でした。で、ペインティングメディウムは一番最初、2番目がグラデーションメディウム。そんな感じの乾燥のしやすさですね。で、重ね塗りは真ん中を重ね塗りしていこうと思います。で、グラデーションメディウムはやっぱりですね、こうペインティングメディウムほどではないんですけど、ちょっとこうしっとりというかねっとりしてる感じがしますね、薄め液に比べると。で、
たくさん塗料をのせてもあんまりこうダマにならないっていうんですか、筆ムラにならない、そんな感じがします。ちょっと太くなっちゃったんですけども、太い線を重ね塗りするっていうのもちょっといいですね。こんな感じですね。はい、続いて薄め液。薄め液はですね、薄めすぎたのかちょっとわからないんですが、グラデーションメディウムに比べるとちょっとですね、重ねた時に下地がこう透き通る感じがします。これは薄め方の問題だと思うんですけど、でグラデーションメディウムよりちょっとですね、筆ムラができやすい気がします。重ね塗りの場合は絵の具の伸びが違うかどうかっていうのはあんまり目って見えてわかんないんですけど、やっぱりちょっとですね、こう書き心地っていうのがグラデーションメディウムの方が良い気がします。はい。ではペインティングメディウムです。ペインティングメディウムも下地が結構透き通った感じで見えますね。これはまあ薄め液と同じように絵の具の濃度、薄め方による違いだと思うんですけど、結構ベッドに塗ってるんですけど、グラデーションメディウムほどこう下地が見えない隠蔽力が強いっていう感じはしないですね。今ちょっとですね、絵の具をつけすぎてるんで細い線が描きづらいんですが、はい、3種類ともかけてこんな感じで、見た目はそんな変わらないと思います。でこれをまた乾かして、3度塗りをやってみたいと思います。よく考えたらですね、疑問が一つありまして、薄め液じゃないとダメなのか、水じゃダメなのかっていうところがあったんで、水も一つ加えたいと思います。水はここら辺に書いてみます。うわうわうわ。よく考えると水でやってますっていう人ってあんまりネットとかで見かけないですよね。なんでダメなんですかね。なんか調べたような気もするんですけど忘れました。仕上がりは薄め液みたいな、そんな仕上がりですね。ちょっと乾燥させます。細い線を忘れてました。細い線は特段なんか違いとかはないですね。
乾くの早いですね、水。これで乾燥させます。で水を入れて4種類になったんで、これで3度目の重ね塗りをしてみたいと思います。
はい、これで3回目塗れました。3回目でも結構綺麗になってると思います。これグラデーションメディウム、薄め液、ペインティングメディウムですね。で、どれも仕上がりとしては濃度はそんなに変わらないかなと思うんですけども、ペインティングメディウムだけ少し光沢があるような気がします。これは何でしょうね。メディウムの関係ですかね。細い線もしっかり色が出てますので、薄め液の違いで出来上がりがあからさまに変わるっていうのは多分ないと思うんですね。ただペインティングメディウムだけちょっとですね、下が透けるような感じがするので、そこがちょっと違う気がします。あと水なんですけども、結構早く乾くのでですね、ムラができやすいですね。少し薄めすぎたせいか、3回塗り重ねたんですけど、同じぐらいの濃度にはちょっとならなかったです。なので水で薄めたものだけ、ちょっと絵の具を濃くしてですね、塗ってみます。水もですね、乾きが早いので、5、6回重ね塗りすると、他の薄め液と同じぐらいの状態になりました。水は乾燥が早いんで、何回かですね、塗りながらもう乾燥していくので、重ね塗りしたら、他の薄め液とほぼほぼ変わらないぐらいの色の濃さができたんで、何が違うかっていうと、乾燥が早いので筆ムラができやすいっていう感じですね。ちょっとわかりますか？筆ムラがこうモヨモヨって模様みたいにできているのが。他の薄め液だとそんなに目立った筆ムラってないと思うんですけど、ペインティングメディウムは乾燥が若干早いので、筆ムラが水と同じぐらい見えますね。なので何度か重ね塗りした方が良さそうな気がしました。3種類の薄め液を使って思ったんですけども、出来上がりにはさほど違いがなく、水もしっかりですね。で、ペインティングメディウムだけは若干透明感があるような感じなんですけど、ほぼほぼ変わんないじゃないかなと。ただこの塗ってる最中の塗り具合っていうのはグラデーションメディウムが一番塗りやすい気がします。これは慣れなのか、本当にその違いがあるのかっていうのは正直わからないんですけど、薄め液とペインティングメディウムとこの水っていうのはなんか同じ感じの、しっかりこう線を描かないと描けない。でもグラデーションメディウムはこうさっと描くとさっと線が描けるっていうんですか、そういう違いを感じます。薄め液があるのにわざわざグラデーションメディウムを追加で買うっていう必要性ほど違いがないので、薄め液がこの2本とか1本なくなったらグラデーションメディウムチャレンジしてみようかなみたいな感じでもいいかなと思います。お金に余裕があったらこちら試してみて違いを楽しむとかですね、そういったのでもいいかなと思いました。ペインティングメディウムはちょっとツヤが出るので、ツヤ消しスプレーをすればツヤはなくなるので全然いいと思うんですけど、ちょっとムラができやすいので、私はグラデーションメディウムを引き続き使おうと思いました。ただこの透明感が出るので、メイクのこの表現として何か目尻、目頭に使えるような場面が出てきたらですね、ちょっと使ってみたいと思います。あとぶっちゃけですね、ムラは出ますけど、水でもいいじゃないかというところはありますね。あと最後にですね、こういう状態でシャバシャバな状態がどれぐらい乾燥したかっていうと、これがグラデーションメディウムですね。まだしっかり絵の具として塗れる感じの状態で、薄め液はアルコール性なんで結構揮発してですね、濃度が濃くなってるんで、また同じような濃度でメイクする場合は薄め液をちょっと足さないとちょっとドロッとしてきてます。ペインティングメディウムなんですけど、これも少し乾燥早いのでドロッとした感じがあるんで、同じような状態で塗る場合は少し水を足してあげた方がいいかなと思いました。最後に水ですね。水は一番乾燥早いので
もう周り結構乾燥してるのでですね、結構頻繁に水を追加してあげないと同じ濃度で描くのは難しいって感じです。薄め液あれば水で薄めるっていうことはないと思うんですけど、応急処置として薄め液がない時でも水でもいいかなっていう感じはします。はい。ということで今回は薄め液3種類を比較してみました。これからですね、メイクを始める方とか、メイクを始めて薄め液がなくなっちゃって何か買おうか迷ってるとかですね、そういった方に参考になればとても幸いでございます。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。